みんなで山分けしようと思います。ではいただきます。ゴキブリ。皆さんこんにちは、ホモサピです。この前セアカゴキウムを一緒に撮ったウータムです。ウータムさんと、この前ねハチ取りに行ったヒロポンです。ヒロポンさんと、そしてワニです。ワニさんとついにゴキブリを取れる日が来ました。なんと今この森の中にゴキブリが大量発生してるらしくて、今すぐ取りに行かないとねなくなっちゃうのでやってきました。ゴキブリが食べ放題ですよ。しかも綺麗なやつ、すごくないですか？ここにもういるんですか？あ、その隙間か。この隙間です。ここに隙間ありますよ皆さん。ここにいるらしいです。やばやば、うわめっちゃいる。指突っ込んでるかな。あーやばい、ゴキブリが指の中に、あ、指の中に指の周りにおいでおいで。それいいんです。俺のカメラについてる。すごい、見てください、俺のカメラに取り放題かよこれ。いたいた、取れました。これがねサツマゴキブリですね。森林性のゴキブリで家の中に出ることは少ないです。羽がね退化しててね飛べないんですよ。可愛いっすよね。この名前のねサツマっていうのが鹿児島県の地方名なんですよね。だから九州南部から沖縄にかけて自然分布してます。これがね今ね食い放題なんですよね。ゴキブリは基本的に食い放題なんですけど、誰も取らないので。けど汚いゴキブリはね食べちゃいけないんです。皆さん家の台所とかに出るね黒ゴキブリ食べちゃダメですよ。あれすごい汚いんですよ。生物濃縮って言って細菌とか汚染物質とかをね台所周りですげえ溜め込んでんのよ。あれ食べたら病気になります。けどこのゴキブリは食べていいんです。綺麗なゴキブリだから。街中のネズミは食べたらやばいけど山のネズミは食えるみたいなあれです。おお、来たって、おお、来た逃がさんぞお前。なんか汁出てきたんだけど、めっちゃ汁出てるやん。そんなに出る？手突っ込んでみますか？いいんですか？ちょっと皆さんすいません、先に行かせていただきます。やばい、揺れてますよ皆さん、見てください。これ匂いはないんだ、味もないんだ。一見ねゴキブリいないじゃないですか。でね、しゃがんでみるとね新たな世界が見えてくるわけですよ。こうやって奥のほら、いた、おら逃がさんぞお前シャーゲット。もともとはね南の方に住んでるゴキブリなんですけど、爆発的に増えてるんですよ。ある木が関係してるんですけど、この木ソテツですね。この木についてきたんですよ、サツマゴキブリ。こういうとこに植えるために輸入するじゃないですか。その時ねこう隙間に入り込んでて、それがね今この下のここで大繁殖してるってことですね。うわ、ここめっちゃいる。見て、あの隙間にねめっちゃいるんですよ。ほら、来た。じゃあそっちお願いします。よし、出てこいよ。隠れちゃった、もったいない。皆さんふざけてんなと思ってるかもしれないですけど、マジで綺麗なゴキブリが大量に取れるの。しかも無料で。これはね人生で3回あるかどうかですよ。いた、いるかなーって思った隙間にはねいるんで、おもろいですねやっぱりゴキブリ取りは。おい、まあまあいいサイズじゃん。おい、汁出すなおい。皆さんが大嫌いなねお家に出る黒ゴキブリですね。台所に出るこいつはねマジで食っちゃいけないですよ。汚いので。触るとねこいつなんかぬめっとするんですよ。ワックスがついてて、油っすよね。なんかこいつちょっとくせえな。だから結局世の中っていうのはね、食べられるゴキブリとそうじゃないゴキブリを見極めようねって話なんですよ。これはね食べられるゴキブリですね。別にこいつは噛んだりしないんですよ。優しいゴキブリなんですね。怖がらずに捕まえてください。ゲジいましたよ。こいつねめっちゃ速くて、家の中に出たらねキモいかもしんないですよ。キモいかもしんないんですけど、こいつらはゴキブリを食べてくれるので益虫なんですよ。人間がキモいって思うから不快害虫なんて呼び方されてますけど、可愛いんですよ。こいつ隙間が好きなんですけど、今隙間がなくてさまよってません。で俺がこう隙間を作ってあげるとこれ入るんですよ。可愛いんだよお前。おい、可愛いんだよ。お前の将来食ってやるけど。鬼雲いた。目の前に。こいつ噛まれるとねマジで痛いんですよ。危ねえ。これはね皆さんディズニーのアトラクションにも匹敵するほどのスリルを味わうことができる。これがね指にガブッといくとガチで痛いんです。明日がね丸1日フリーの人はやってもいいかもしれないですけど、なんか予定がある人はね噛まれない方がいいです。危ね。ゴキブリが今ねソテツの実を食べてました。このソテツの実はでんぷんがたくさん含まれてて栄養価は高いんですが、毒があるんですよ。人間が食べるにはちょっと適してなくて、でもその毒もね水溶性なので水にさらせば毒抜きをして食べることができます。かじるぐらいなら大丈夫なんで1個かじってみましょうか。甘酸っぱくて食べちゃいけない味がします。これが毒なんですけど、人間の舌ってかなりね精密なセンサーで毒はね結構わかるんですよ味で。これなんかやばい味するなと思ったらね食べない方がいいですよ。このソテツの毒は強くて発がん性もあるので、毒抜きして加工食品にしてるとこもあります。荒れた土地でも育つので休耕植物としてかなり重宝されてたみたいです。昔は。見て、スズメガのさなぎでけえ。スクナの指っぽくないですか？なんか
匂い、若干キャラメルポップコーンかな。揚げるとうまいですよ。じゃあこれも油で揚げて食べよう。見てください。1時間ぐらいこのメンツで撮ってこんなに撮りました。みんなで山分けしようと思います。かっこいいんですよね。もうこの縁が赤いのがなんでしょうね、このゲーミング感。試合で敵チームの制服がこれだと俺なんかちょっと悩ますもん。強そうだから。あ、蜂の匂いがする。ヒロポンさん、スズメバチっぽい香りしますよ。あ、本当だ。懐かしい。なんでだ。スズメバチの巣の香りがする。この状態で数日間粉抜きっていう作業をしていくんですけど、新聞紙を軽く丸めてポイポイしときます。粉出しが終わりました。今日はシンプルに素揚げです。まずお酒で締めます。こちら料理酒ですね。締まったらお湯で洗います。40度ぐらいのお湯で。なんでお湯かっていうと、ゴキブリって表面油切ってるじゃないですか。種類や雌雄によっても違うんですけど、この油分はだいたいヘプタコサジエンっていう成分なんですよ。これがね、なんかくっせえんですよ、マジで。なんか臭くてね、臭いのよ。だから臭い体表面のワックスを落とすために自分はお湯で洗ってます。ゴキブリはね、硬いんですよ。殻とか。素揚げでカラッとやるのが一番合ってるんじゃないかと思います。中身のクリーミーなところだけ食べる方法もあるんですけど、グロいじゃないですか。そのグロい食べ方は今日はしません。よっこいしょ。ちょっと待って、跳ねる気がする。いや、これを乗せたら怒られるな。蓋がね、やべえ、跳ねる予兆の音がしてる。アルミホイル。ちょっと跳ね防止ですね。もう全部入れちゃいます。ほい、ほい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。この辺でアルミホイルをして皆さんの夢に出るのを防ぎます。ゴキブリ独特のね、食べ物の匂いがします。スズメガのさなぎです。ほい。スズメガのさなぎはね、さなぎの中にちっちゃい芋虫がたくさん入ってることがあるんですね。ヤドリバエっていう寄生型のハエなんですけど、そいつもね、なかなかうまいので、まあ、どっちだったとしても問題はないですね。一緒に食っちゃえばいいんで。ヤドリバエが入ったら、あ、ヤドリバエの味だってなるし、スズメガだったら、あ、美味しいですねってなるんで。ヒロポンさんも言ってたんですけど、スズメガの中には、強竹糖スズメっていう毒の木を食べてるスズメガもいるんですよ。毒を持ってるので、拾ったスズメガのさなぎが強竹糖スズメじゃないかだけは確認してくださいね、食べるとき。今、ゴキブリ見たらキモってなるじゃないですか、皆さん。それがいつかはね、俺はコンビニのホットスナックが売られる場所で、ゴキブリの素揚げが売られる日を夢見ています。ただの虫ですからね、虫っていうのはね、食べ物なんですよ。食べてみればね、もうゴキブリは怖くありません。食べる前にやることがありまして、ゴキブリのね、足を剥いでください。足がね、トゲトゲして口にめっちゃ刺さるんですよ。ここに調味料をかけます。では、いただきます、ゴキブリ。難しいな。無難にうまいけど、腹はね、やっぱりエビですね。甘エビの尻尾あるじゃないですか。あれを噛んでる感じ。中にね、クリーミーな美味しいところが入ってるんですけど、なんとも難しいな。あ、そうだ。ゴキブリとかこういうね、ヤバい系のものを食べるときね、なんか俺はね、食べてないんじゃないかって疑われるので、かじったとこ見せればいいですか？はい。最初の頃なんで疑われてるのか全くわかんなかったんですけど、こういう虫とかが一般的じゃないからなんですね、これ。だってさ、マックのポテトを食ってるとこ YouTube に映してさ、お前本当は食ってねえだろって言われたら、どういうことってなるじゃん。それでした、最近まで。これをね、食べたくないって思ってる人がいるから疑われるんだわ。あ、こういううまっ。甘い感じですね、やっぱりちょっとだけ。昆虫の味にしては新しい風味です。どのぐらい美味しいかって言われると、マダガスカルオオゴキブリと比べたらマダガスカルオオゴキブリの方がうまいかなっていうレベルですね。スズメガはね、丁寧にここにね、興奮というか、口の部分がキュッてあるんで、ここを持ってね、いただくのが様式美です。いただきます。キモくないから見せますけど、スカスカでね、あんま美味しくねえな、これ。あんまり好きじゃないけど、殺めてしまったので食べます。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。ごちそうさまでした。